ファイナルファンタジー14ニュース。日本一の MMORPG ファイナルファンタジー14でその月に起きたイベントやトピックをふわっと把握するための情報番組です。早速参りましょう。まずは公式のイベントから。今月の目玉は何といっても1月6日にリリースされた高難易度コンテンツ、四天王ザアルカディア霊式ヘビー級でしょう。皆さん楽しんでいますでしょうか。クリスマスや年末年始と被った影響で普段よりも2週間遅れて実装された当レイド、装備強化に使うアイテムもいつもより多く集められたものの、事前のヨシピーの予告の通り要求 DPSについては今まで通りの水準で、特に3層の DPS チェックについてはかなり辛めの水準だったことが話題になりました。ただ蓋を開けてみたら意外と初週のクリア率は高水準で、有志のデータによると直近5レイドに比べるとライトヘビー級に次いで2番目の踏破率だそう。月曜日が祝日だったってのも影響してるかと思いますが、言われてみれば確かにバカ型ヘファイストスのパンでも煉獄編、極悪ギミックてんこ盛りの天国編、むちゃくちゃな雑魚フェーズで中のクルーザー級、それらと比較すると踏破率2番目っていう位置づけは納得感あるかなとは感じます。感想動画が後日上がると思うので詳しくはそっちに譲りますが、一言で言うとテーマ性を感じるすごい好きなレイドでした。また14では毎年フロスティさんという海外の方が高難易度コンテンツの攻略スピードを競うワールドレースというイベントを開催してるんですが、以前当チャンネルでもインタビューさせていただいた日本のチームであるルクレチアがクルーザー級に続き2連覇を果たしました。クリア時間は約26時間でした。おそらく次のレースはパッチ 7.5 の絶でしょうけど、他のチームを脅かすものは現れるのか見ものですね。ちなみに今回のパッチ 7.4 から中国版の14がグローバル版とスケジュールが同期していて、ワールドレースには中国勢も初参加、最高順位のチームは9位でしたので初参加としては大健闘と言えるでしょう。次回パッチ 7.5 では韓国もパッチスケジュールが同期するので14の世界的な盛り上がりに期待したいところです。ヘビー級霊式実装前までは大喜利のおもちゃにしかなっていなかった新機能ストラテジーボードですが、霊式では大活躍していました。ヨシピーは PLL にてマクロ文化に対抗する意図はないとおっしゃっていましたが、本心はそんなわけなくて、開発の意図通りマクロ文化は消失した印象です。でも実際に使ってみた印象としてもめちゃくちゃ便利で、特に名に保存するというアクションを取らずとも共有された瞬間に履歴として残る仕様とかユースケースしっかり想定して作られてるなって感じました。以前ストラテジーボードの開発にいつまでかかってんねんって動画でディスった記憶があるんですが、機能の完成度の高さについては素直に脱帽しました。マクロ文化の排除といい、クイックパネルの導入といい、第三者がゲーム画面を見た時、あるいはゲームをプレイした時にハテナになっちゃうような要素を排除することに力点を置いてるんだなと改めて感じていて、こういう改善の視座の高さについては毎回勉強になるなと思いながら見ています。それと1月14日にはパッチ 7.4 の楽曲を収録したミニアルバムファイナルファンタジー14ドーントレイル EP7 エピソード 7EP7 のダウンロード販売が開始されていて、トム・モレロによる4層以外のヘビー級の BGM ですとか ID ミストウェイク、あるいはグラシャラボラス透滅戦のファイナルファンタジー9を原曲とする BGM を聴くことができます。あまりにも順当なラインナップ、興味がある方はぜひ聴いてみてください。ちなみに私は今回一層の曲が一番好きでした。ヘビー級霊式のトピックは以上です。その他今月の公式のトピックを何点か。まずは年初恒例ヨシピーによる新年のご挨拶。4月には次なるファンフェスティバルがスタートし、14の今後について続々と新情報をお出ししていくと言っていますが、その中で私が気になった記載は次の部分。14は次なる10年に向け中略変化を続けていく市場環境や皆さんのライフスタイルに寄り添い、この先も一緒に歩み続けられる14であるべく知恵を絞り、新たな体験や驚きをお届けしていくために不退転の覚悟で突っ走っていくつもりです。変化を続けていく市場環境ってところが引っかかりました。例えば単なる単平 DPS のロールの役目を変えますとかそういうレベルだったらそんな記載しませんよね。というわけで私はこの話はすでに中国で先行リリースしている14モバイルの日本上陸だろうなと予想しています。てか割と 99% そうだろうなと思っています。日本語版のウェブサイトもすでにありますしね。変化の激しい中国のモバイルゲーム市場で先行展開して早めにユーザーフィードバックを収集してシステムやら UI/UX を最適化して課金バランスとかもテストした上で日本を含めてグローバルに展開していくっていうのが元々の戦略だったんだと想定します。中国版モバイル14のプレイ動画見たんですが、桁違いの資金とノウハウを持つテンセントファミリーの一派であるゲーム会社が開発してるだけあって割とちゃんとした作りに見えましたし、長期的に見た時にモバイルプレイヤー層の取り込みっていうのはマストに感じますから、私はこのチャレンジ自体はポジティブな印象です。すでにモバイル版ならではの仕様やアイテムも結構あって、例えば染色箇所が2箇所よりも多かったり、風脈がリアルマネーの課金でも開放できちゃったり、あるいは冬用スキー服とか晩神モチーフのおしゃれ装備とかいろいろあったりするんで、どこまでそういったものをグローバルに横転していくのかっていうのは見ものだなと思ってます。モバイル版
40プレイヤーの方いらっしゃいましたら感想をぜひ教えてください。続いてこちら、エオカフェ期間限定イベント、2月3日から3月2日にかけてバレンティオンデーとシテノザアルカディアヘビー級のイベントが行われます。配布されるアルカディアのミニポスター、実際のプロレスの告知ポスターっぽくていいですね。場所は秋葉原と大阪。エオカフェ一度も行ったことがない悲しい存在なので、機会あれば行ってみてーと思ってはいるんだがって感じ。1月9日にはファイナルファンタジー9とのコラボコスチュームがオンラインストアに追加されました。9メインヒロインのガーネットのコスチュームですね。1320円。有志の方の情報によると、このコスチュームを着た状態と脱衣の状態ではくびれの位置も変えているようで、そのこだわりについては9のキャラデザを担当された、そして直近では14のスフェーンのデザインも担当された板花さんご自身も、キャラスタッフさんの力量が高いと X でリポストし反応されていました。恥ずかしながら私多分着衣と脱衣の画像横に並べられて50年放置されても気づかないと思うんで、こういうこだわりを仕込む開発者側もそれに気づくユーザーもマジですごいなと思います。あとは1月15日からバレンティオンデーモチーフの缶入りアーモンドチョコレートですとかハンカチ、メモ帳などが事前予約開始されるのと、同じく1月15日と1月23日に公式の配信が行われたぐらいですね。公式のトピックとしてはそんなところです。ファンコミュニティのトピックからもう一つだけ、それがこちら。野良霊式やっていて一番思うことは、言葉強いとかじゃなくてなんか喋れよであるという点。この件私も大賛成でリアクションしていて、その私のリアクションに対しても基本的には賛同の反応が多かったんですが、 5% ぐらい反対の反応もあって、何の発信をお前が期待してるのか知らんけど、野良って一期一会の関係なんだからそんないちいち発言なんかしてられんとか、あとは通報が怖いとか、そういう感じの意見でした。別にその意見が間違ってるとかじゃなくて、純粋にそういう考えもあるんだって思いました。全然この考え他人に押し付けるつもりはないんですけど、私はミスの所在ですとか原因が明らかでないまま試行回数だけ重ねるっていうのは非効率だと思う派なので、何らかのワイプが起きた時にワイプを起こした当人がそのミスを認識しているっていうことを、当人だけじゃなくてパーティー全体が把握して心の平穏を保つためにも、ミスった当人は別に謝罪なんかしなくていいから、そういうミスをしたっていうことを発言して、俺は分かってる感っていうのをアピった方がいいと思ってるんですが、まあゲームごときにそんな仕事みたいなコミュニケーションしんどいって気持ちも分からなくもないので、別にって感じですね。こういう話題で盛り上がること自体が MMO の醍醐味だと思っていて、正直この話題に限らず私が思っていたよりもヘビー級霊式はちゃんと盛り上がっているように見えたので、一ファンとして純粋に嬉しかったです。次月のファイナルファンタジー14の予定、例年のパッチスケジュールに基づけば2月の下旬にパッチ 7.45 が実装されるはず。目玉コンテンツは新バリアントダンジョン昇格物語ですね。あとは事件屋か。昇格物語はシステムの刷新が行われた最初のバリアントダンジョンになります。同じ位置づけの新ディープダンジョンピルグリムトラバースが非常に好評だったのもあって、こちらも楽しみです。最後に14に関する小ネタを一つ。今回の小ネタは DDoS 攻撃とは何か。サーバー切断されてピルグリムトラバースの攻略がおじゃんになっちゃったり、今回のワールドレースでも欧州勢を苦しめた原因でもあるこの DDoS 攻撃とは一体何なのか、何が目的なのかについてご紹介します。 DDoS 攻撃とは大量の通信を一気に送りつけてサーバーをパンクさせる攻撃のことです。古のインターネットでは多くの人が F5 キーを連打することで特定のサイトをダウンさせるなんて迷惑行為がはびこったりもしてましたが、まさにあんなやつ。私もよく分かってなかったんですけど、大量の通信を送りつけるっていう話を聞くと、14のサーバーを運営してるデータセンターにそういうのを送りつけるのかなって思ってたんですが、そういうのもあるんだけど、必ずしも攻撃対象ってそこだけじゃないらしい。じゃあどこに攻撃してるのかっていうと、前提として私が14をプレイするときは、例えばNTT とかいうインターネットのサービスの提供者が管理してる通信網を介してスクエニが契約してるデータセンター内にあるスクエニのサーバーにアクセスして、さっき言った霊式とかをやってるんですが、そのデータセンターまでの道路にあたる ISP が運営してる通信網の方にめっちゃ負荷をかける攻撃もあるらしいです。で、そうなっちゃうとスクエニとしてはもう自分の所管じゃないんでどうしようもなくて、攻撃が起きる都度 ISP に対して特定のデータを遮断してくれとか働きかけをするしか対策が取れない。でしかも基本的に通信データって最初から遮断すべき通信なのか遮断しなくてもいい通信なのかって判断がつかなくて、明らかに異常な量の通信が膨らんでサーバーに通信が届かなくなるっていう実害が出始めてから初めて、あ、これダメな通信じゃんって判断がつくものですから、異常通信のパターン学習とかもやってるんでしょうけど、でも基本的には事後対応しかできないっていうのが DDoS 攻撃の厄介なところ。それに特定パターンの通信を遮断したところでまた別パターンの通信で攻撃できちゃうので、結局いたちごっこにしかならないんだとか、通信網の方を攻撃するっていうのにそんな14だけ狙
狙い撃ちできちゃうもんなのって思うかもしれませんが、そもそも14だけが被害に遭ってるわけではないですし、あと生地14は巨大なゲームなだけあって SNS の反応とかそういうのからもどこを攻撃すれば14が痛がるのかっていう情報を取ってきやすいのもあって攻撃者有利の環境になっちゃってるそうです。で、私が一番疑問だったのが何のためにやってんのそれってとこなんですが、結局のところわかんない。一般論としてはいろんな動機があって、例えば金銭目的、一旦小規模な DDoS 攻撃仕掛けてより大規模なものを防ぎたかったら金払えと脅したり、あとは抗議目的、経営方針とかサイトのコンテンツに対する抗議、特に政党とか政治的組織だとそういう動機で被害を受けることが多い感じ。それとライバル企業による営業妨害、ライバル会社のサービスを傷つける感じですね。そして単純な嫌がらせ、自分の行動力とか技術力を誇示するためにやってるだけ。抗議目的とか嫌がらせとかそういう目的で誰しも DDoS 攻撃なんか仕掛けられるもんなのって思うかもしれません。例えば私が山荘の DPS チェックきつすぎんだろうと思って DDoS 攻撃仕掛けようと思っても仕掛け方わからんのだけどって思ったんですが、 DDoS 攻撃といったサイバー攻撃を代行するサイトとかもあったりして、今の時代サイバー攻撃ってビジネス化しちゃってるんですって。スクエニをはじめとしたサービス提供者にとっては負けることはあっても勝つことはない、しかも相手方の動機すらよくわかんないっていう不毛な戦いを強いられているので、そう考えるとマジで気の毒ですね。ちょいちょい話題になる DDoS 攻撃についてもうちょっと知りたいなと思って調べたんですが、なんか生地攻撃者の方に明確な目的がむしろあった方がその攻撃の存在を、肯定はちょっとおかしいんですけど、その攻撃の存在を認めることができたんですが、なんか嫌がらせ目的とかそれで自己顕示欲が満たされるからとか言われちゃうと、あ、はいって気持ちになってしまい、めちゃくちゃモヤモヤしたので、そのモヤモヤを皆さんにも共有して今回は終わりたいと思います。以上、1月の14で起きたことの共有でした。このあたりご所感あればぜひコメントください。こんな感じで14をやっていてもやっていなくてもその月何が起きたかざっくりわかる情報を発信していきたいなと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。